Well, that's ominous. Any more? 見て、このボトルすっごい綺麗な液体が入ってるよ。ラベルにはスイートドリームシロップ超濃厚って書いてある。消費期限は書いてないみたいだけど、作られた日は半5泊期 Well aged. I want to drink it now. 前。こんなの人に飲ませたら大変なことになっちゃうんじゃ。 I want it though. Yeah, let's go with that logic. そう言ってはいたけど、これはちょっと。 I'm drinking this, never mind. 私のコレクションのシロップが気に入ったの？大丈夫。ここは夢の中だからお腹を壊したりはしない。ずっと置きっぱなしにしてたけど味は保証するよ。遠慮しないで持って行って。あんたたちみたいな可愛いお客さんをもてなすのにはちょうどいいからさ。See what I tell you, the bartender says it's fine. じゃあとりあえず持っていこっか。へへ。Dream syrup. A unique creation from Pinakani. This syrup is in fact a non-addictive tranquilizer offering an ineffable experience of serenity and delight for a certain duration after ingestion. Its manufacturer claims this syrup has all the benefits of religion and alcohol without any of the drawbacks. Okay, fair enough. I love it. Yeah, I picked up everything, so let's talk to Gallagher. あれこれ言ったが、カクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない。好きな材料を選んで全部ぶち込んで混ぜるだけだ。バーの中を見て回って好きな材料を持ってこい。決まったら俺に声をかけてくれ。Okay, I've got all the ingredients. へえ、早いじゃないか。どれどれ。面白いものを持ってきたな。さあ、選んでくれ。それぞれの飲み物には独特のフレーバーがあって、普通はベースとなる材料から第一印象と後味の余韻を決めるんだ。どの材料をベースにしたい？ What can I use as the base? Classic salt blacks, Pika white grape soda. Dream syrup, please. ピノコニ中を探してもこれより甘ったるい飲み物は見つからないだろうな。だが今の夢追い人はこれが好きらしい。I like sweet stuff. ベースを選んだら次は副材料だな。こいつはベースと不思議な化学反応を引き起こすんだ。主張しすぎるのはダメだが、忘れられない味覚体験をもたらすものである必要がある。どの材料を使いたい？ Okay, choose as the adjunct. Bright future, high stakes, or eternal endurance. High stakes from the gambler. Huh. I like the bright future one. With the family and stuff like that. 美しい未来。この味は久しぶりだな。ずっと忘れられないことがある。ミハイルに連れられて無境の荒野を馬で疾走してた時、奥室の風の中にこの味が包まれていたんだ。あの時間は魂を揺さぶるようでありえないくらい美しかった。ミハイル？これでいいな。次は飾りを選んでくれ。どんなスタイルが好きだ？ここには何でもあるぞ。
straws of concentric circles, Hanus sign, coin shape, lemon slices. Hanus sign. 勇敢で恐れ知らずの反逆者か。お前もあいつみたいに鎖を食いちぎれるといいな。Hanu new. よし、完成だ。Show me how it looks. このエルドラド Hell で yeah. お前に敬意を示そう。夢追い人。El Dorado. I like the name. 金色の美しい夢に乾杯。乾杯。やるじゃないギャラが。腕はなまってないみたいだね。お前ら満足してもらえたか？うまー。この味スラーダよりずっと複雑だね。 I love it. 豊かな味わいで何重にも広がっていく。まさに傑作ね。特に副材料の扱いが素晴らしいわ。何か特別な風味が感じられる。辛くて酸っぱいけどほんのり甘い。 Himiko's a connoisseur. これが何を意味するのかはわからないけど、ギャラガーは自分のコンセプトを説明してくれるのかしら？残念だが、もし深い答えを期待してるならがっかりすることになるぞ。それの持つイメージはとてもシンプルだ。それは美しい夢の本当の味。それ以上のものはない。So the antennas are basically what the dream is truly made of. この本当の味って、そのミハイルって人と関係があるの？Mihail. Yeah, I did hear this name in my dream. そうだ、どっかで聞いた名前だと思ったら、あんたがあの仮面の愚者の女の子に気絶させられた時、誰かがその名前をつぶやくのを聞いたんだよね。いろいろ知ってるみたいだな。やっぱり俺の目に狂いはなかったようだ。これで正直に話さない理由もなくなった。Gallagher is so straightforward. さあ、事件について話そう。もちろん、そのミハイルに関する話もついでにな。Okay, so our investigation progresses a lot better, I guess. 結論から言おう。ファミリーが持っている手がかりによれば、そのホタルって女の子は地元の人間でも招待を受けてやってきた客でもない。つまり彼女は正真正銘の密航者だってことだ。So did you know that at the beginning, or were you convinced by us? 俺も彼女に騙された。本当に年を取ったもんだな。だが宴の星では密航はそれほど珍しいことじゃないし、捜査も難しくはない。事件の後、ハウンドたちはすぐに行動を起こし、無境と現実世界の両方から追跡を開始した。ところが結果は悪い知らせが一つ舞い込んできただけだった。しかもとんでもなく悩ましい知らせがな。What is that? その子は忽然と姿を消したんだ。夢の中には何の痕跡も残ってない。現実世界でも一向に体が見つからない。まるで最初からピノコニーに来ていなかったかのように。So that supports my theory that she's a creation of the dream itself. それってつまり、Did it? I don't think I got the conclusion. Yeah, let's go with the second one. Maybe things will turn out differently than we think. 変わる？つまりあの子は本当に死んだわけじゃないって言いたいのか？おいおい、この事件の目撃者はお前自身だろう。 Okay, I like that option, yeah. That's a good choice. はっきり言うが、彼女の状況はお前らは愚か、ハウンド家にとっても初めてのことなんだ。初めて？
それはつまりピノコニーには確かに死が存在するってこと？見られた以上もう隠す必要もないな。街には華やかな一面もあれば人には言えないような裏の面もあるってことだ。大人の世界のことは詳しく説明するまでもないだろう。この程度のことでファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる。夢の中にも予期せぬ死はあるが、それがどうした。そんな極めて低い確率で起こる事件が影響するのはごく少数の人間に限られてる。Yeah, it falls within the acceptable margin of error. 本当にこの事件について詳しく調べたいなら、ファミリーの本当の困難を理解することだ。I love how Gallagher is so open about this with us. Like, he probably hates this whole shit as well. そこでさっきのミハイルの話につながるのね。 Please do. 鋭いな。請求列車もあのオルゴールを受け取ったんだろう。中にどんな秘密が隠されてるか知ってるか？ Not quite. 夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えくださいというメッセージがあったわ。一文字も間違ってないな。She memorized it. Impressive. ちょっと何笑って。まさかあんたが書いたの？なかなか文才あるんだね。俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。お前らだってこのメッセージがファミリーから出されたものじゃないことに、もっと言えば両者の関係がそれほど良好ではないことに気づいてるんじゃないか？ I kind of imagined. まだ推測の域を出ないけど、正直ピノコニーの父が実質的な管理者とそこまで折り合いが悪いだなんて信じがたいもの。 I mean, why wouldn't they? そうか。なら教えてやろう。その推測は正しい。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、彼は神出鬼没でハウンドたちもなかなか捕まえられずにいたんだ。あの人はまるで自分が作り上げた商業神話の中にしか存在しない人物かのようだった。So, Clock Boy and his friends? そこでさらに聞きたい。時計屋は外の世界にそういう冗談めいた情報を流してあんたらを招き、ここを混乱させている。なぜファミリーがそれを容認しているのか考えたことはあるか？答えは They haven't. あんたたちはこの機会を利用して時計屋の尻尾をつかもうとしてるの？ Oh, that. 今ならなぜ大奥家が七死人の調査の協力を依頼しておきながらあんたらにいろいろと隠し事をしていたのかもわかるだろう。 Cute. それは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなく、ピノコニーの分家史上最大の汚点であり、すべての無教の異変の発端だからだ。Okay. Fine. I have questions, but let's start with what does this have to? What does this have to do with Mikhail? まだわからないか？俺が言いたいのは Mikhail is ミハエル、ファミリーの裏切り者。彼こそが有名な時計屋なんだ。High Elder, the head of the Vidyadhara and one of the three cornerstones of the Shanzu Alliance, possesses the power of long the premises. For the legacy of the Transmutation Arcanum, their appearance remains unchanged and they exist in the world for ages. Huh. Sometime later, somewhere else. ほら、クラークフィルムランド。ピノコニーで一番人気の映画エンタメセンターだ。Uh-huh.
時計屋の話をするんじゃなかったの？資料室みたいなところにでも行くのかと思ったのに、なんでこんな場所に。町の文化ってのは歴史において最も信憑性のある注釈だ。お前からしたらここは遊び場かもしれないが、俺の目には監獄に見える。この星の過去を閉じ込めるためのな。Okay then. ピノコニーが昔カンパニーの監獄生だったことは知ってるだろう。囚人たちはここに送られ、ガーデン・オブ・リコレクションのために大ホールから漏れ出した屋室を回収していた。Okay. そして長期的に高濃度の屋室にさらされていた監獄では、ある特殊な現象が生じた。無数の個体の夢が交錯して、人々は夢の中で出会い、現実世界のような生活を送るようになったんだ。 What a fun prison. だが何事にも代償はある。美しい夢も例外じゃない。結局無教も人々の現実世界での苦しみを解消することができずに、一人の囚人の導きによって辺境の監獄はカンパニーの鎖を断ち切り、自由のために戦い始めたのさ。Okay, his name was Spartacus. 彼こそがブラザー・ハヌだ。無教の町の兄貴分、平和の立役者にして弱き者の永遠の仲間。Huh. Okay, so that character Hanu is based on a real life person. Interesting. 歴史とは常に勝者によって書かれるものだが、芸術的な編纂を除けば、クロックボーイはピノコニーの歴史を背景として創作されたアニメだからな。これは紛れもない事実だ。Cool. このキャラクターたちは美しき夢の街の中だけじゃなく、遥か遠い過去にも生きていた。それが分かれば、俺たちがどうしてここに来たのかも分かるだろう。 By the way, where is Clockboy? この辺りはハウンド家の人がたくさんいるんだね。封鎖命令が出たばかりだからな。あのサンデーが直々に下したらしいが、一体何をするつもりなのか。Interestingly, I have like the proper team at this point because both Mitsuki and Gallagher are with me. Shall we go and find out? Let's go and find out. Some balloons to pop. Cool. Don't mind me, I'm just breaking 中で stuff. 何かあったの？ほう、随分と大掛かりだな。容疑者を追う時でもここまで力を入れたことはないぞ。So you can convince the players in? いや、中は人が多いから外で話した方がいい。さあ、静かな場所を探して話を続けよう。 Fair enough. ここにするか。見晴らしが良くてちょうど彼の姿も見える。 Cool. クロックボーイ。Kurok boy. そのアニメキャラたちが現実世界にもいるのなら、あのクロックボーイに対応するのは間違いなく時計屋ね。 So they already meet the real watchmaker because I've talked to Clockboy. 彼はブラザーハヌの仲間で、美しき夢の街の初期メンバーの一人だった。つまり歴史上の時計屋自身もその戦争に加わり、しかもアスデナ側に立っていたことになるんじゃない？それは壮大な独立戦争だった。仮面の愚者、七死人、虚構歴史学者、弔い霊人、厄災前衛。ハヌノは多くの仲間と他の星から来た客の助けを借り、戦乱を平定した。That's an impressive and a little bit eclectic motley crew of characters. Seriously, masked fools, nameless, history fictionologists, morning actors, omen vanguards. Like,
I know only two of those factions so far. I don't think I ever heard of a history fictionologist, morning actors, and Omen vanguards, whatever they are. But it was a prison, so why were they nameless in the prison? 当然、その中には後の時計屋も含まれている。でもそうなると時計屋は何百年も生きてるってこと？ Pretty much. わからない。俺がミハイルと知り合った時、彼はすでに時計屋だった。多分名前を引き継いだんだろうな。Maybe. 保安官さんって何歳なの？ Mitsuki, seriously? 13歳。ゲッ！どう見ても無理があると思うけど。嘘！ハヌヌは辺境の監獄を解放したが、平和を見ることなく去ってしまった。乏しい資源、虎視眈々と狙ってくる外敵、まとまりのない各監獄エリア。アステナの未来は依然として危ういものだった。No, seriously, are you seriously 13 or just pulling my leg? Like, I don't know. He doesn't seem like a Joker type, but holy shit, like that came out of the blue. 13歳. Okay, fair enough. だが、歴史上の時計屋がその監獄を賑やかな宴の星に変えようとファミリーに協力を求め、ピノコニーはようやく今の名前を手に入れ、星々に向かい合うステージに立ったんだ。だから彼はピノコニーの父と呼ばれているのね。でもさっきの説明で時計屋はファミリーの裏切り者だって言ってたよね。しかもあんたは彼の仲間だったって。それってつまりあんたも。俺は彼の仲間じゃない。数多くいる彼の子供の一人だ。は？だが確かに俺も裏切り者ではあるな。裏切った相手はファミリーじゃなくミハイルだが。何をしたの？俺は何もしていない。それこそが最大の裏切りなんだ。He just stood idle as the body's pilot. Figuratively speaking. かつての俺にはあんたらと同じように背中を預けられる仲間がいてな。一緒にピノコニーのために心血を注いでいたんだが、オーク家はそんな俺たちに不義を働いたんだ。Sundays, guys. ミハイルは年を取ってたから、もう自分の子供を守ることができなかった。そして俺たちはファミリーから離れ、自分たちの道を模索したが、調和の裏切り者となってしまった。本当の裏切り者は他にいたにもかかわらずな。奴らは対外的には時計屋の名声を称え続けていたが、裏では密かに彼を誹謗中傷して恥ずかしめていた。それでも俺たちは彼の名誉を取り戻したいと願っていた。本物の裏切り者、全ての黒幕さえ見つけ出せばピノコニーの調和は正しい軌道に戻ると思っていたんだ。だが俺たちは負けた。長い時間が経ち、夢の地が受けた影響はあまりにも深刻で、終わりのない追撃の中で俺は諦めたのさ。まるで負け犬みたいにな。ファミリーは再び俺を受け入れ、保安官の仕事を与えてくれた。表向きは許されているが、実際のところこれは罰だ。それ以来俺は仲間、そして俺の過去と完全に決別した。そしてミハイルは、彼は誰にも気づかれない、誰にも見つからない場所で死んだらしい。それを聞いた瞬間、かつてのピノコニーは二度と戻らないんだと俺は理解したんだ。Okay, that's a lot of light being shed on the story now. とても気の毒な話だと思うけど、ことはそれほど単純ではないんでしょ？ Well, maybe we've let him continue this story and not interrupt him. どうやら時計屋の名を継ぎ、密かにファミリーへの反抗を続けてる奴がいるらしい。
Huh. Okay, so is that... yeah. I'm going with that question. そうとも取れるが、時計屋の名を継いだのは一人だけのはずだ。残念ながら、これだけの年月が経っても、俺はまだそれが誰なのかつかめてない。それどころか、そいつが果たして人間なのか、それともミハイルの幽霊が夢の中をさまよっているのかすらわからない。Oh, he's never fought because since he just mentioned like hunting ghosts. Yeah, because I did talk to Clockboy, and I guess like the minds of the people killed by death may picked up those sort of avatars in the dream. これで分かったか？なんで俺がここまでお前らに話したか。あの子の死はきっと時計屋の遺産に関係しているからだ。そして謎の霧に包まれた先、俺たちが探している答えはそこにある。それが本当にミハイルの幽霊の仕業ならちょっと会ってみたい気もするな。俺を見下す奴は5万といるが、対等に接してくれる人はどんどん減ってるから。さて、俺の知ってることは全部話した。お前らがこの老犬を対等に見ようとしてくれた礼だと思ってくれればいい。うん、スタジオの方で何かあったみたいだな。俺はもう行く。お前らの幸運を願ってるぞ。What impeccable timing. 皮肉なもんだな。今ピノコニーから門前払いを食らってる密航者たちと、数琥珀期前に開拓者として称えられた夢追い人たちに何の違いがあるっていうんだ。Yeah, like here we go. You either die a hero or live long enough to become the villain. Anyway, ギャラガーってやっぱりいろんな経験をした人だったんだね。 no kidding. ホタルの行方は謎のままだけど、彼の話を聞いて多くの疑問が解けたわ。時計屋の正体、ファミリーとの関係、そして美しい夢と死の裏に隠された権力闘争。 Okay, so where do we fit in? And that death is related to the watchmaker, and that Clockboy based on the watchmaker. Okay, let's have this one. あんた本当にクロックボーイが好きなんだね。あれはただのアニメキャラで本人じゃないのに。 I talked to the guy. He gave me powers to manipulate emotions. You can't deny that. そういえばあんたにしか見えないっていうクロックボーイも気になるわね。残念ながらあれ以来彼には会えてないけど。 Yeah, it's been a while. Where is he? Well, anyway, the family is not united. ええ、ギャラガーは本当の裏切り者は他にいると言っていた。そしてその人物はオーク家の中に潜んでいる可能性が高いわ。 So who could that be? And death is related to the watchmaker. それもこれまでに集めた情報と辻褄が合うわね。ホタルはその遺産のために今回の惨劇に巻き込まれた。これで確信が持てたわ。アベンチュリンさんが黄泉を犯人扱いしたのはそもそも何の根拠もないことだったのね。It took us a while, but still, sometimes it's time for adventure. But we're just following up on that angle. Anyway, that pretty much sums it up. 今回の調査でこれまでに立てた推測を検証できたわ。でももっとよく考える必要がありそう。ベルトにメッセージを送って向こうの状況を聞いてみましょう。Hey, Mr. Yang. What you doing? Let's just see. So, our risk has come in. How's the progress going on your end?
Not too bad. The Galaxy Ranger and I agree that the family might be hiding something extremely important. We're now headed to Dewlight Pavilion. Yomi, huh? Didn't eventually say she was dangerous? I've confirmed that she's on our side. Don't worry, please wait for a while. I'll keep you posted as soon as I find anything. So you're moving to Velt's side? Seems like it. Oh no, I'm sorry, switching to Yomi's point of view. Yomi and Velt have reached an understanding, directly targeting the family with their suspicions. What will they discover at Dewlight Pavilion? So I'm following 3 separate paths. Adventuring straight not to die. Velt and Yomi are on basically their own... I'm gonna call it a date. And yeah, the rest of the Trailblazer are basically following up the clockwork. 仲間が心配してるのか。いや、ただの業務連絡だ。向こうで何か進展があったらしい。早く行って戻ろう。このまま進むと朝露の館の奥に入っていくな。Have I been here before? これまでの道のりは順調だった。というより順調すぎた。警備が厳重なファミリーの拠点とは思えない。まずは話を聞ける人を見つけよう。Okay, let's switch the party then. Because I must. Can I have like 2 of them? Technically no. $68 nihility. And I can't see the detailed info. I wonder if I could actually have 2 Yomis. Regardless. 姫子と一緒に戦える機会は少ない。今度は俺たちが実力を発揮する番だ。Speaking of which, who else is in this? I mean, technically that doesn't matter because everybody's just on their own, so... I'm gonna take her for the healer. And... yeah, sure, why not? Okay. Oh. Ooh, that's a cool one. Your devil form is showing. What a lovely song. Spin up that disc and sweet music will play out of the speakers. Chirp. So if I put down something new, then the record player will play a new track too. See ya, I'm off to sing this song to the other birdies. Chirp. Good for you. Okay, go deep into the Dewlight Pavilion. Yeah, this is the same location. Oh, enemies. Wonder why. 妙だな。これほど立派な屋敷なのに客人をもてなす執事もいないとは。緊急事態で席を外しているのか。That's me if I know. How long is it after Aventurine and Ratio enter this place? この扉は開いているようだ。中の様子を探るしかなさそうだな。慎重に前に進もう。Question is Sunday watching? 待て。Huh? Yomi draws her blade slightly. シロ。自分の気配を少し薄めた。これで見つかりにくくなったはずだ。
請求列車はファミリーの指示で動いているから言い訳もできるが、 Bait 私 himself. がここに現れるのは道理に合っていないからな。なるほど。面白い技だな。だろ? During exploration, using Yomi's technique, attack normal enemies will instantly defeat them without entering combat. When not killing enemies, no technique points are consumed. Oh, I forgot she can do that. Yeah. Ah, right, that was his technique. I'm sorry. 出発の時間だ。まあいいけど。引導を渡そう。不利などない。消化勝也。涙雨。ヒッ。クリティはあなた、それとも運命の意識すべてが消える。不利などない。始めよう。任せろ。They fail. Well, let's see. あの箱庭の模型は黄金の時だな。当主たちはこの模型を使って重要事項を話し合っているんだろう。Could be the case. ここの足跡は他の場所と違って2つあるな。少し前に外から来た人がここを通ったのかもしれない。So we are following strangely in the footsteps. 足跡の主が誰か特定できるか。うん。独特で派手な模様。サイズからして男性だな。おそらくあのスターピースカンパニーの使者アベンチュリンさんだろう。 All spotted. He's a good tracker. アベンチュリーならもう一人は。2つの足跡は前後ではなくほぼ横並びになっている。この状態から考えるに同行者は彼の部下ではないはずだ。カンパニーはピノコニーを取り戻そうとしている。彼らがここに現れることも想定の範囲内だ。 I would not let that happen. Regardless. ほとばしる過去の伝説。This one's fun. We can get items out of this? Not sure. ほとばしる過去の伝説。人の気配はないが、ここに多くのミームを配置して巡回させているようだな。No kidding. ここで終わらせる。 Let's play. すべて砲丸を持ってが涙雨。クリティはそうよ一体。任せろ。
退け。また足手まといに。愛通ずる妙作だわ。引導を渡そう。任せろ。全てが消える。消化勝利。始めよう。Angry dinosaur. 占いましょう。涙雨。ひっクリティが触れる。みんなを守って。愛通ずるそれ妙作だわ。任せろ。Done. Nice teamwork. モンスターの体から何か落ちたぞ。Huh? これはメモ。執事が他の使用人に残した指示のようだ。Why the hell did the monster have it? 朝露の館の使用人たちは他の仕事を割り振られていたようだな。そしてそれはロビンさんが死ぬより前から始まっていた。Seems like someone to have a clear shot at the singer. 多くの人手を必要とする作業かもしれない。例えば調和セレモニーとか。 Probably. だが理屈で言えばどれほど重要な任務であろうとファミリー以外立ち入り禁止の場所なら人を残して待機させておくべきじゃないか。 That would be prudent indeed. つまり誰かが意図的に彼らを遠ざけたと言いたいのか。 Makes sense. ああ、ただその理由はわからない。Huh? Oh. You don't have enough power to do that thing about it. And you want to escape. ここにも誰もいないな。誰もいないなら勝手にさせてもらおう。できるだけ私に近づいてくれ。そうすればあなたも白で覆い隠せる。 She does come in handy. 仲間と喜びを分かち合うことも忘れずにな。A letter from Ruben. Dear brother, how are you doing these days? I had intended to visit you at Dewlight Pavilion as soon as possible upon my return, but with the approaching Harmony Festival and your busy schedule, I refrain from troubling you. However, an urgent matter compels me to share something with you immediately. Since my return to Pinakani, I have experienced a peculiar change in my voice. At first, I thought it was caused by exhaustion or illness, but after consulting with doctors, they assured me of my perfect health and dismissed my concerns. However, my voice worsened over time, and I even experienced periods of complete voice loss. In order to find answers, I conducted many private investigations, using my idle time out of rehearsals, of course. Eventually, I realized that the harmony in Pinakani is not pure. A discord lurking within has tainted my voice of harmony, which I believe to be the root cause of my vocal issues. I immediately realized that such levels of infestance can only occur if either a powerful external force is pulling the strings, or if a senior member of the family is involved. Unfortunately, further investigation has led me to the latter conclusion. This is an extremely alarming discovery. A traitor has emerged within the family in Pinakani, and it is highly likely that this person is one of the 4 family heads. I trust you completely, dear brother, because of our promise. With the Harmony Festival on the horizon, I fear this person intends to impede its progress or even use the festival for some ulterior motive. At any rate, I suggest you monitor the other family heads while also prioritizing your own safety. You are the only true family member I have left.
There is another matter that requires your attention. During my investigation, I learned about the memory zone meme death, and my further inquiries led me to believe that the culprit who directed it to cause this series of incidents is likely the aforementioned traitor in the family. I have collected more clues and am prepared to verify my hypothesis. Rest assured, you can just focus on the preparations for the Harmony Festival. Once I thoroughly investigated death, I'll come and meet you immediately. It won't take too long. Given your heavy workload, please take care of yourself. Don't stay in the dreamscape all the time. Spend some time in reality when you are free. I've brought some more specialities from other galaxies. Giant moa pudding, tarts from Morilons, wild strawberries from Aconiaco, known for their exceptional size and sweetness, which I'm certain you'll enjoy, and almond meringue cream cracknels from Medicia. Don't forget to enjoy them. May Shippa be with us. Your sister Robin. 列車のみんながピノコニーに到着した直後、サンデーさんはロビンさんを連れて俺たちを出迎えてくれた。その時彼女の声に少し違和感があったんだが、どうやら気のせいではなかったようだな。ロビンは調和が何らかの干渉を受けているせいだと考えていたようだが、私の知る限り運命の偉大な力に干渉できるような存在はそういない。それはつまりファミリーの中に裏切り者がいるとしたら、その人物は高い地位にいるか計り知れない力を持っているということだ。それもサンデーさんが裏切り者を捕まえられずにいる理由かもしれないな。Okay. Next. The other wall. この公園水は厳重に保管されているな。きっと彼はこの記憶を大切にしているんだろう。Hey, look, it's young Sunday and Robin. Cool. ロビンさんはインタビューでどれほど華やかなステージに立とうとも、自分が最も大切にしている公演は子供の頃に兄と一緒に開いたおままごとのコンサートだと言っていた。彼らの関係は今どうなっているんだろうな。人は成長の過程で多くを得るが、その反面多くを失うこともある。Ain't that the truth? ああ、時は全てを色あせさせる。幼い頃の美しい夢もいずれは覚めるものだ。Kind of sad. Ah, I wish I had the light cone of this. Never mind. List of death's victim. Ansorol, a male Halovian, was dragged into the sea by an unknown meme while sunbathing on the beach in the moment of oasis. Subsequent search and rescue operations proved unsuccessful. Note, this was the first case. Can't tell if anything is wrong. Insufficient investigation. Mori, a male from Shanzhou, entered a spheroid in golden hour and mysteriously disappeared while the spheroid was bouncing in air. Later examination showed no signs of forced entry or exit from the spheroid. Note, it seems the culprit can ignore physical barriers, conventional investigation methods feasible. Amaka, a female human, participated in a talent show in the moment of scorched sand, but accidentally fell off the stage before the judges turned around and disappeared in the shadows below. The footage for the episode of the show has been deleted. Note, the culprit is swift and skilled at disguises. Caution is advised. Weber, a male Pepeshi, fell down when entering his office on payday in Gilded Hour and was killed by an unknown meme that suddenly appeared. The memories of witnesses have been processed. Note, preferring to attack wounded or vulnerable individuals, uncertain, maybe taking orders from someone else.
Chemet, a male Pepeshi, was taken away while flipping over a card at a casino in the Moment of Stars. The casino staff has dealt with the aftermath of the incident. Nope, flipping a card, interesting. Deccan, a male human, jumped into the ocean of dream bubbles in Blue Hour in an attempt to impress his girlfriend but got entangled by an unknown meme under the sea and drowned. His girlfriend's memories have been processed, but the outcomes are unsatisfactory. Further investigation from motivators may be necessary. Note, most cases are related to the ocean. Could this be a breakthrough? Are we talking about the Trailblaze? Additional note, scratch that. After checking, only 2 cases were related to the ocean, only 2 Pepeshi so far, and 2 humans as well. Kaisha, a female Foxian, was engulfed by an unknown meme while playing dreamy slots in Golden Hour. The incident caused a huge commotion on the spot. The memories of most witnesses have been processed. Note, could it be Sweet Dream Troop? Does it have the ability to imitate and learn multiple culprits? There is likely a mastermind behind the scenes. Kambega, a male bloodhound, was attacked by an unknown meme before his shift changed in the Moment of Serenity, resulting in his death after a fight. Security measures have been enhanced in the prison area. Note, no notable details in this case. Need to ask the Bloodhound family to strengthen defensive in the prison and other facilities. Janet, a female human, disappeared while visiting the film history gallery at the Museum of the Moment of Soul. She was drawn towards a mysterious sound calling to her and walked into the screen, vanishing without a trace. The site has been cordoned off. Note, this is the only case where the culprit demonstrated speech ability. Further verification is required to determine if this is a false claim. Monk, a male Intellitron, was attacked while replacing his newly purchased high-grade vision sensors in the auction at the Moment of Dusk. Note, vision sensor noteworthy. Annette, a female Pepeshi, vanished while touching up her makeup in the bathroom before her graduation ceremony at Paperfold Academy in the Moment of Soul. She was caught by a meme into a mirror and disappeared, witnessed by a teacher at the scene. Note, mirror, noteworthy, current hypothesis related to sight. Chloe, a female Intellitron, was attacked by a meme and disappeared when she blew out the candles during her birthday celebration with her friends in Blue Hour. All witnesses are currently receiving treatment from motivators. Note, more attacks occurred in dark or dim environments. Is sight really a trigger? Carissa, a female Halovian, was harassed by a fervent fan backstage before her performance in the Moment of Scorched Sand and was subsequently abducted by a meme during her escape. The Bloodhound family has apprehended the fan. Abducted. Note, keep a lookout for this fervent fan. Dorian, a male human, took a nap before the end of his shift in the Moment of Daybreak without telling his managers and was abducted by an unknown meme hiding under a chair. Emergency intervention was provided and production at the factory has resumed as normal. Note, taking a nap plus consider discussing with the Alpha family about increased vacation time and additional breaks for workers. Marlowe, a male human, disappeared after being involved in a car accident in Golden Hour. Witnesses report the presence of an eerie meme who fled underground at the scene of the accident. No, this is a genuine case of death. The meme must be connected to concepts such as death and murder. This likely compromises over 100 cases related to the memory zone meme death. However, the authority of the list seems to struggle with figuring out the pattern. ロビン、ホタル、そして他の死者の情報。特に共通点は見当たらないな。どうやら噂は正しかったようだ。死は無作為に被害者を選んでいる。そしてサンデーさんのコメントを見るに、彼は死のことをよく知っているらしい。彼はただそれが再び現れたことに驚いているんだろう。What's next? Let's check the pile before we check the single note.
List of suspects. Esteemed head of the Oak family, the investigation into all the suspects involved in the death case has been concluded. The findings are summarized below for your interview. Respectfully yours, Esme Drott. Attachment. Ryan, a general staff from the Oak family, short grey hair, leading a laid-back life, often caught slacking off at work. Percy, a diplomatic clerk from the Oak family, dark curly hair, suffering from severe OCD, unable to work until his tie is tied and checked 5 times. Reshi, a diplomatic clerk from the Oak family, long grey hair, a devoted fan of Clockboy, exhibits a preference for the clock element in almost all aspects of life. Connor, a professional at Paperful Academy, short red hair, rumored by students to be an enigmatic figure due to his unkempt appearance. Doriani, a professor at Paperfold Academy, short grey hair, known among students for bringing cigarettes to class instead of textbooks. Pururu, a researcher from the Nightingale family, long blonde hair, known for being obsessed with soda and having the research lab's trash can filled with empty drink cans. Benny, a dreamscape producer from the Nightingale family, curly brown hair, tail and fin, exhibiting an almost fanatical affection for dream construction. Okay, this raises a bit of a red flag in this, but let's keep going. Maureen, a dreamweaver from the Nightingale family, short grey hair, standard statue for Pepeshi adults, possesses a collector's fetish, particularly fond of mugs and jugs. Sir Whittaker, the head of the Nightingale family, short black hair distinguished by his rare orange pupils. Pat, a renowned actor from the Iris family, short grey hair, featured in numerous classic films and TV shows, known for his distinctive thigh band. Borich, an actor from the Iris family, short black hair, frequently cast in gangster theme films, widely acclaimed for his performance in close-quarter combat scenes. Nader, a drinksman from the Iris family, short blonde hair, enjoying a good reputation among tourists for his engaging conversations. Carrie, an actress from the Iris family, long pale hair, known for cross-dressing in films to play suit-clad male protagonist, affectionately called by her fans as the Grey Beauty. Brendan, a guard from the Bloodhound family, short brown hair, awarded a medallion for rescuing 10 stranded tourists in an incident caused by a meme. Carter, security officer from the Bloodhound family, short blonde hair, small statured, often spending his leisure time at casinos in the moment of stars. Woolsey, the captain of Bloodhound Guardians, short blonde hair, a stocky man bearing several scars from previous encounters with memes. Olomu, a detective from the Bloodhound family, short black hair, known for his unkempt stubble and excellent undercover work and investigation within underground gangs. Corina, an agent from the Bloodhound family, long grey hair, nicknamed Fireball by underground gangs due to her tendency to wear all red attire while enforcing the law. Melanie, a reporter from the Alfalfa family, short blonde hair, standard Pepeshi statue exhibiting a mental age beyond her actual years. Gabe, a gambling agent from the Alfalfa family, short black hair, standard Pepeshi statue, used to enjoy a candy before a gamble starts. Lofric, a hotel partner from the Alfalfa family, dark curly hair, tall statue, possessing a sense of humor that attracts numerous VIP customers. Lester, an auction trade from the Alfalfa family, grey curly hair, medium statue, regularly indulging in a Dreamjoy special after work. Nagi, a project manager from the Alfalfa family, long blonde hair, shorter than average Pepeshi, maintains a calm demeanor that has generated a lot of revenue for the family. There are a total of 52 suspects on the list, followed by Sunday's note. Perhaps there is a common thread among them. I have reached a conclusion. 52, that's an interesting number, considering the amount of cards in the deck. And we do have a gambler on the scene. サンデーは容疑者についてかなり詳しく調べている。この裏切り者は長い間ファミリーを悩ませているようだ。We're playing like literally a full deck of suspects. どれもファミリー内部の人間のようだな。だが俺はこの中の誰にも会ったことがない。Yeah, I don't think I should meet any of these people.
この特徴は。 We're talking about the gray hair because a lot of them have gray hair. 何か気づいたのか？いや、なんでもない。きっと私の考えすぎだ。その裏切り者が本当に存在するなら、彼がホタルとロビンを殺したのか。I mean, those two also had gray hair. Who else has gray hair? Oh, right, the protagonist. サンデーさんが今回の事件を重要視しているのは、それが理由なのかもしれないな。It could be the case. Let's investigate the last one so far. A letter from Alpha Alpha to Sunday. I have been informed about Robin. I would like to express my deepest condolences. However, I must remind you that you now hold the position of not only her elder brother but also the head of the Oak family. Your every action has implications for all of Pinakani. As Pinakani is going through a critical period, it is crucial that you do not allow your hatred to cloud your judgment, and be cautious not to engage in activities that others can use against you as leverage. I heard that you are planning to dedicate a significant amount of time and resources to find Death. Such action does not serve the best interests of the family as a whole, and I strongly advise you to reconsider it to avoid potential impeachment from the other family leads. While you are convinced that Death is connected to the Watchmaker, I have met that Watchmaker many times long before the Dream Master adopted you and your sister, and I have never found any evidence linking him to that memory zone meme. And now that you are the head of the Oak family, it is essential that you assess the situation objectively and consider the bigger picture. It is unwise to allocate all of Pinakani resources and manpower for the sake of a personal vendetta, as this would bring dishonor to the Great One. The Harmony Festival is on the horizon, and the Watchmaker's guests are all barely holding back their own agendas. Neither you nor I could face the severe consequences if Dominica's arrival is delayed. Therefore, I urge you to control your emotions and fulfill your responsibilities as the head of the Oak family, focusing only on the festival and avoiding any interference from external sources. In addition, we must not neglect the honored guests invited by the Watchmaker, as mishandling this matter could lead to diplomatic conflicts with other major factions, involving us in disputes that could have been avoided. As your elder, I hope you comprehend the gravity of the situation and handle it appropriately. As for the matter of Robin, there would be time to pursue it once the festival concludes. By then, I will provide you with the necessary resources and manpower in the name of the Alpha Alpha family to help you get your revenge. Additionally, I have heard rumors that the Dream Master is not entirely pleased with your recent activities. I advise you to conduct yourself with caution. Yours sincerely, Old Oti. Okay, that actually paints the Alpha Alpha as a suspect in this particular, because you only get a letter from the Alpha Alpha family. And I'm putting like two major names on the list, the Dream Master and Old Oti. ピノコニーの夢の主もこのオーディさんも最近のサンデーさんの行動に不満を抱いていたようだ。Actually, it does strike me like the another version of Ayato. Like, he does things by his own moral compass, and it usually probably works for him, so. 彼らは死をあまり気にしていない。むしろ調和セレモニーと時計屋の方を気にしている。Which is kind of interesting. Like, something is going to happen at the Harmony Festival. That is a given. But how many members of the family, like the whole family, are involved in this? That remains to be seen. 他の当主は死を大した問題だとは思ってないんだろう。ファミリー内部でも対立と衝突が多いようだな。I mean, there is a plan happening. Someone is plotting something that's going to happen at Harmony. Like the removal of Robin, who's supposed to be like a key figure in that certain thing. Could it be a distraction again? Like, I mean, that is like the most likely suspect usually, but we'll see. ここまでにしよう。他に注意すべきものはないようだ。門を入るまではファミリーを相手にすることになると思っていたが、まさか俺たちを迎えてくれたのが空っぽの屋敷だけとはな。
which is also extremely suspicious in that situation. I'm kind of suspecting we're gonna get attacked. 気をつけろ。誰か来た。As I said. 許可なく立ち入り禁止の場所に入り込むとは客人にふさわしい振る舞いではありませんね、ベルトさん。そして巡回レンジャーのヨミさん。That mischievous smile. すまないサンデーさん。声をかけられる人が見つからなかったからつい勝手に入ってしまったんだ。どうか許してくれ。Also, we went for all your documents because we were bored. たとえ出迎えがなかったとしても普通は主人が来るまで待つべきではないでしょうか。Depending on circumstances. そちらの巡回レンジャーはともかく私の知る限り請求列車は正式にファミリーの依頼を受けている。わざわざここに来る必要はないと思いますが。Basically, well, checking out every avenue. 俺たちがここに来たのは調査で何か見落としているものがないかサンデーさんと事件の状況を確認したかったからなんだ。Exactly. いいでしょう。お二人が善意を持ってきたのでしたら私も追い返す理由はありません。There are like slivers of trust between those two. 大丈夫だ。彼は私たちが例の書類を読んだことには気づいてない。Don't say it out loud. 真実は未だ明らかになっていませんが私たちはそれのすぐ近くまで迫っている。お二人に約束しましょう。裏切り者は間もなく代償を支払うことになると。He said like what, like 2 meters away from us. 俺も早く正義が明らかになればいいと思っているが個人的にサンデーさんに教えてもらいたいことがある。ファミリーは一体どうやって犯人が内部に潜んでいると断定したんだ。 Good question. 率直に言うが調和セレモニーの開催直前に混乱を引き起こすことはカンパニーの利益になる。ファミリーにはカンパニーが何か画策していると疑う十分な理由があるはずだ。他の当主もあなたと同じような疑念を抱いていました。しかし私の見解では真犯人はあの死者のように目立つようなことは絶対にしない。そもそも私はとっくに自らの手で彼に枷をはめていますので。むしろベルトさんの疑念をそのままお返しします。私から見ればアベンチュリンさんを警戒すべきなのはあなたたちの方。悪人は高い壁を揺るがすことはできませんが正義の心臓にナイフを突き立てることはできますから。アベンチュリンさんは商人であって慈善家ではありません。ですが今彼は街中でお金をばらまきながら一人でクラークフィルムランドに向かっている。一体何を企んでいるのやら。Okay, so if he's there, then it means we're gonna meet him. ファミリーは今でも人々の安全を守るため全力を尽くしていますが皆さんもどうか用心してください。 Fair. 不測の事態を防ぐために。 Like, that smile shows is kind of untrustworthy. It's kind of like a fake smile. Oh, meanwhile, back of Venturin, he seems convinced that he was obtained some kind of clues and victories at hand. How can he really last until the moment he climbs onto Clock Studio theme park stage? I'm guessing we're slowly reaching the finale of the issue, where all the parties are gonna converge. ビルポインターホットラインによると恐ろしいエイジハゾ・アベンチュリン事件に大きな進展があり容疑者が逮捕されたとのことです。Huh? この詐欺事件は
スターピースカンパニーと博識学会の複数のセクションを巻き込み、多くの人的物的リソースを消耗させ、カンパニーに巨額の損失を与えました。Oh. 本事件の容疑者はツガンニア4出身かつ第2次カティカ・エビキン絶滅事件の生存者の一人であり、青函難民渡航証を所持していませんでした。 Huh. Seems like he made an impact on the IPC. 戦略投資部責任者ダイヤモンドの指示のもと、カンパニーは検証の精神に基づき容疑者に対して適切な対応を取り、引き続き調査を行い、その犯行動機を明らかにするとのことです。We still have the slave guard. Is that diamond? 本当に綺麗な目ね。教えて。それは夜になると光ったりするの？ Why is she dressed in blue? Like Jade should be green. もしそうならとっくに売り払ってるだろうね。Okay, opposite of Riddick. あなたの目が永遠に閉じられることをどれだけ多くの人が望んでいるのか分かってないのね。奴隷のあなたが主人に反抗するなんて許されないの。でもあなたはあの男を倒してみせた。 Yeah, like Avengers seems to have like a hate boner for everything at this point. あなたを弁護する度胸のある弁護士はいないわ。どうする？自分で無罪を主張してみる？ Is there a point? それは別に難しいことじゃないけど意味がない。 That's what I meant. Like, what's the point of defense if they probably did persecution and the judge themselves decided he's guilty? 自分の弁舌によっぽど自信があるのね。博識学会を騙した時も同じように思っていたの？ Well, he lies, he cheats, he steals, he gambles. 僕は望みを叶えてあげただけ。君たちは完璧な健在を欲しがってた。そして僕は一つの可能性を示した。これはちょっとした賭けだったのさ。運が良ければカンパニーはエイジハゾの黄砂の中からあらゆるものを掘り出せただろう。砂の王の残骸すらもね。君たちは運が悪かったんだ。その点は否定しないわ。でも私が興味を持っているのは、これほど大規模な詐欺が行われたのにどうして犯人を含め誰も利益を得ていないのかということよ。That depends on the perspective. レディー、僕は自分の欲しいものをとっくに手に入れてる。君の前に連れてこられ、次の大きな賭けに出るというシチュエーションをね。As I said, his goals may not align with yours, but he succeeded in the gamble. ならこの2回目の大博打について話しましょう。教えて、今回は何をかけるつもりなの？ I mean, I'm not gonna lie, I am really impressed with his skill and luck, but sooner or later, both may not be enough. 僕の命だ。君が僕を処刑場に送らないことにかける。Well bet. それであなたの望みは？君たちのラーナに会わせてもらいたい。話があるんだ。その後は？金が欲しい。Okay. そんな簡単な話じゃないでしょう。そんな簡単な話さ。30タガンバ。ちょうど僕の命の値段の半分だ。多くも少なくもない。Is he trying to buy his own freedom? Does it even work that way? その金さえあれば、僕は君より高い地位に上り詰め、もっと多くの富を手に入れられる。でも、君は僕に与えようとはしないだろう。だから彼を呼んでくれ。
the balls on this man. 面白いじゃない。でも残念。ダイヤモンドはあなたに会いに来ない。誰も彼には会えないの。だから今私がダイヤモンドの代理人として彼の代わりに決断を下しましょう。あなたは間違っている。三重多眼場どころかもっと多くのものをあげるわ。富、地位、権力。カンパニーはあなたが望むもの、望まないもの、すべてを与える。Yeah, it would be a loss to actually dispose of him. カカワーシャ。いい名前ね。残念だけどこの名前は土に埋もれる運命にある。でもあなたは生き延びる価値があるわ。私たちのためにさらなる富を作り出すのよ。さあ自分の好きな服と肩書きを選んでそれを活用しなさい、坊や。 Great. あなたの計略がいつまでも露見しないことを祈ってるわ。命ってのは長い投資みたいなものだ。正しい人を選び、正しいことを行い、正しい結果にたどり着き、世界に自分の価値を見せつける。一生正しい決断だけをするなんて不可能だけど、運はいつだって僕の味方だ。だから僕は今まで負けたことがない。 That's a problem. You became overconfident. 守護神が僕を守ってくれているから。それなら今この瞬間も守護神は僕を見守っているはずだ。そして僕は必ず成功する。Keep in mind also, gods are fickle. でもその後は、この難関を突破した後、今度は何が待ってるんだろう。大博打の後に僕を待っているのはもっと大きな賭けだったりして。 Oh, that's also a problem. Just gonna be trying to find more riskier and deadlier gambles. 一回また一回と成功した後、数えきれないほどのチップを手に入れるのか、それとも一回の失敗で。 I think that actually cares. Like he's enjoying the ride as long as he's on it, but he would also accept when he fails. すべてを失うのか。 Which is a problem. I mean, technically he's a man that has nothing to lose at this point. もう答えは分かってるだろう。 Huh? いやしいギャンブラ誰だ? どういうことだ。 Oh, cool. I'm gonna fight my own shadow. 僕は夢を見てるのか、それとも完全に狂っちゃったのか。 Maybe. 多分その両方だろうね。 Well, we are in a dream world, so... もう僕のことを忘れたのかい？イーマニカの軍閥に電気椅子に縛り付けられた時、君にアイデアを出したのは誰だったっけ？ Is that like a split personality? Or is it the god that's talking to him? もういい。僕は狂ってるのかもしれないけどバカじゃない。僕の頭から出ていけ。調和の新生児。調和？バカ言わないでくれ。僕たちは別に初めて会ったわけじゃない。そんなによそよそしくする必要ないだろう。僕は君で、君よりも自分のこと、
君が望んでいることをよく知ってる。君は死にかけてるんだ。そして死を前にしてもなお不運な人たちを道連れにしようとしてる。だからここに来たんだろう。Yeah, he's a terrifying person. 盛大なショーなんて本当に自分にできると思ってるのかい？どういう意味だ？君は全ての人を騙せるかもしれないけど、自分自身だけは騙せない。So what's the plan, Aventurin? 僕が証明してあげる。君が完全に消えるまで僕は君と一緒に最後の道を歩こう。歩きながらゆっくり話そうじゃないか。 What the hell is happening? Like, seriously. 君は一体何者なんだ？この世界の大半の人たちはある一つの結果にたどり着くためだけに生きている。そして僕はその結果さ。 Oh, death. I don't mean that metaphorically nor poetically. It's death, straight up. カカワーシャ、僕は君の未来だよ。最初は幻聴、今度は幻覚か。本当にすごいな。次は僕が調和の指令に昇格するのかな。なんでここには観光客が一人もいないんだろう。あの羽頭は何してるんだ？ Okay, so we're in the same position, but there are no... So do you think that's why all the Bloodhound people were here before? Like, Sunday was removing everybody from the premises? ピピ詩人が一人いるだけ。いや違う。子供か？ Okay, let's go talk to our younger self. Because I'm definitely certain it's young 確 Kakavasha. か黄金の時は未成年者の入場を禁じていたはずだけど。ねえ、君はどうして一人でここにいるんだい？ You cool? どうしたのお兄さん。気分が悪いみたいだけど。 Yeah, time to face the past, I guess. その目は、ありえない。君は何者だ？綺麗でしょ。お姉ちゃんはこれはマザーフェンゴからのプレゼントなんだって言ってた。カラフルな瞳は人に幸運をもたらすんだって。 Good for you, mutant. あ、お兄さんも綺麗な目をしてるね。とっても素敵だと思う。 You have the same eyes. 君は一人なのか？お父さんとお母さんは？お父さんとお母さんはこの遊園地にいるよ。先に入っちゃったからこれから探しに行くところなんだ。僕もう行かないと。じゃあねお兄さん。お兄さんも楽しんでね。 Anything can happen in a dream. Fantastic. あの目、それにマザーフェンゴ。いや、ありえない。もう宇 Catch 宙に up. エビキン人はいないんだから。 What are you doing? Peacock. With the sad tales. There are enemies about. Should we switch up the party? Could take in Topaz, but not sure who I want.
mean, Mitsuki can stay, and as for the last person, I'm gonna pick. Well, actually, no, Mitsuki won't stay because I already have a venturing for the protection purposes. So who gets to... Not quite certain. Why not? Let's go to one May. And the last... You know what? Himeko can stay. Electric Ice Quantum. Okay, so let's switch it up. Imagination, Electric Ice Quantum. So, yeah, fine, Kafka. あら、列車と私たちが手を組む機会があるなんて。Sure, let's go. Ice and Quantum. Do I have like a Quantum here? I do have a Quantum here, but nah. That should be enough. Eh? 呼吸するその感覚覚えておいて。ベッド僕が出そう。落ち着いて。取るに足らぬ。チェックメイト。当たりだ。立ちなさい。月光を剣とす。遊んであげるよ。好きに使ってくれ。落ち着いて。変化の爽快。全員死刑。当たりだ。あの目、それにマザーフェンゴ。いや、ありえない。もう宇宙にエビキン人はいないんだから。お父さん、お母さん、待っててね。Like even your have a weekend, can just basically make the race go stronger. Eh? そこが見えない。まるでピノコニーみたいだろ。なんでまだいるんだ。I think he's never leaving your side. もう分かってるはずだ。ファミリーが救いを求める家族全員に本当に寛容だったなら、どうしてこんな高い壁や深い堀を築く必要がある？ Good point. でもみんなそんなことは考えない。スイートドリームシロップの味はとても魅力的だからね。君はピノコニーで孤立無縁だ。その高い壁を一人で突破するしかない。そんなことが本当に可能なのか？だから君はホテルに入るなり気取った帽子を取ってあちこちで助けを求め始めた。砂漠の中で食べ物を拾うハイエナのように。ともすればチャンスが消えてしまうと知っていたからね。It's easier to survive in a group than on your own, usually. 君の話と比べればレイシオのアティニークジャクの方がよっぽどマシだな。Well, you are a Kujaku. You can't deny that.
Yeah, that's kind of a little bit of a similarity to Gaia from Genshin, but he seems a little bit more sinister. 僕が本心を語ることなんかめったにないって知ってるだろう。ちゃんと聞いた方がいい。 We'll see if I actually would be willing to take him, if he's gonna play the role of the villain or the anti-hero. ちょうどあの教授に言及したから言うけど、僕は君と彼の共通点が大好きなんだ。陰謀と策略、特に結末の部分、華麗なる裏切りがね。 Okay, cool. Yeah, I mean, Ratio does strike me as a guy as well. すべての人がそう思っているとき、それが君によって入念に仕組まれた別の罠だなんて誰が疑うかな。 Jimmy kind of probably makes me a little bit of a hypocrite considering I'm using Dr. Ratio, but I don't know him that much. Like, Aventurin gives like serious red flags in this regard, but Ratio, I don't know. Nobody accused him of wanting to destroy the world. I mean, he did want to put me on the chopping block for doing some sort of a crime. I don't even remember what was the crime for, but back at Herta space station. And he did want to get the flame for himself. But yeah, he's like, in the end, he only works for himself just to get his hands on the scientific progress. So I don't know if that's technically that bad. And there wasn't that much evil done because of that. So all things considered, maybe I'm a hypocrite. 図星だったみたいだね。君はそういう人だ。慎重で自分を過小評価していて、これだけ勝ってるのに誰よりも負けることを恐れてる。みんな君がゲームで大金をかけるところしか見ていない。テーブルの下のもう片方の手がチップを握りしめながら震えていることなんて知る由もない。大したものだよ。パブから正体があったのもうなずける。君は生まれながらの盟友だ。人を騙すだけじゃなく、自分を騙すのもうまいんだから。It's kind of impressive. 人前でボロを出さないようにするには、先に自分を騙すのが一番なんだよ。もちろん分かってると。僕は君のことをよく知ってるからね。でも妙だな。どうしてあの招待を断ったんだい？君には優越を受け入れる機会があった。それは君が最も望んでいたものだったはずだ。それなのに、君はカンパニーのテーブルを選んだ。I mean, I won't deny he has like a lot of marks for the Path of Elation. ソンゴのためか？そうは思えないな。君はソンゴと何の関係もないだろう。君なら知ってると思ったけど、僕のことよく理解してるんだろう。 Mate, you're talking to yourself. もういい。今すぐ黙るか。目の前から消えてくれ。はいはい。でも今から消えるのは一体誰だろうね。 Some idea who that is. とにかく僕じゃない。 Okay then. Closed. Perfect. Chest. Might as well open as I see it. President's part of the what did I just hear? Ah.
するの？僕かくれんぼが一番得意なんだ。おい、待って。Fine, let's get the temple. Wrong button. Perfect. Another chest. We want to. Never mind, I thought we were doing this. 当たりだ。僕が出そう。Shit, what's that? 逃げんな。落ち着いて。チェックメイト。立ちなさい。くだらない。月光を剣とす。呼吸するその感覚覚えておいて。面白い。買いだ。Bye bye. Hold it right there. 好きに使ってくれ。落ち着いて。聞けば見逃そう。全員死刑。当たりだ。立ちなさい。やれるよね。月光を剣とす。Perfect. 今度は僕が隠れる番だね。かけてもいい。きっと君たちは僕を見つけられないよ。I will find you. Hmm? かくれんぼか。甘い子供時代の思い出だね。Huh. 母さんと別れた日、どれだけのカティカ人が君を狼のように追いかけてたっけ？かけてもいい。君は彼らのけたたましい笑い声を忘れられないはずだ。あの野蛮人たちの鼻先から逃げるために、君と姉さんは血だまりの中で転げ回り、父さんが残した唯一の服をダメにしてしまった。あの服はダメになんかなってない。ずっと保管してやる。あれはただのボロ布だ。もう二度と着られない。Doesn't matter. He's still keeping it. 今の君は隠れる必要がないどころか、
自分の繊細な服が雨に濡れるのを嫌がる余裕すらある。ずいぶん変わったものだね。僕は最初から変わってない。いや、君は変わった。今の君は追う側になったんだ。最後のかくれんぼ、せいぜい楽しむといい。あの子はこの中にいるのかな。Chest. Be a part of this picture. So who's Boss Stone? That Cloak Boy and all the others fight against. I missed the sign. We who once lived are now dying. Should we who once alive? Yeah, who cares? これは Oh, that's topazes. 王玉？どうしてここに？おや、彼女の奇跡が君を苦しめてるのかい？僕はただどうしてそれがここにあるのか気になっただけだ。 So did you steal it or did she give it to you? Or did you coerce it? あの羽頭が君を嘲笑うために置いたのかもしれない。君が苦労して仕掛けたマジックショーがただの悪あがきだってことを分からせるためにね。 So this choice is highly confusing. 奇跡の色はクリフォトの生態の光と同じ。よくこんな馬鹿げた言い訳を思いついたものだ。彼がもう少し用心深ければ君のざれ言はすぐにバレていただろう。これはただの餌だよ。ああ、だから君はレイシオの裏切りを計画の鍵の一つにした。あの教授の演技は真に迫っていたと言わざるを得ないよ。 Yeah, as I expected, like everybody's playing everybody. And I even know what's happening here. It's like Ocean's 11 all over again. そもそも彼は演技なんかしてないのかもしれないけどね。それならなおさら君の思うツボだろう。 As far as I'm reaching, like basically I'm going to do the same conclusion as Rick in Rick and Morty. Like heists suck. あの真面目一徹なオーク家の当主は異常なほどの支配欲を持っている。君は彼に十分な情報を与えながら隙があることを気づかれないようにしないといけない。だから君はレイシオを彼に合わせ、わざと計画が漏れるよう仕向けたんだ。相手に疑われないよう、レイシオには全て本当のことを話して。彼もそれをありのままにサンデーに伝えた。 See, I mean, like this guy is playing like third-dimensional poker at this point. Fourth-dimensional poker. The cards are hidden in the black hole. そして最 Velt 後 has them. あの当主は君が仕掛けた餌を通じて目論見通りにもう一つの奇跡を見つけた。 So basically, これによって the ending is gonna be like basically like someone pulls out the royal flush and eventually just said Uno reverse. Those cards are mine now. 君は三つ目の奇跡を隠すことができる。僕の頭の中を勝手に覗くなクソ野郎。君
の頭？僕たちの頭の間違いだろ。君は僕であり、僕は君。分けることはできないんだから。So eventually just accept it. You'll get a persona out of it. Trust me, it's gonna be fun. 人前でボロを出さないようにするには先に自分を騙すのが一番。僕に言わせれば君は自分を騙せてなんかいない。今回うまくいったのはただ運が良かったからさ。これはサンデーが持っていたもう一つの奇跡だ。とても綺麗な緑色で君のように人当たりが良く狡猾。 So the thing is, like, I'm gonna be pulling for the Venturing if he quits IPC after this. これの名前を教えてくれるかい？わざわざ僕に聞く必要があるのか？じゃあ僕が思い出させてあげよう。砂金石は幸運と計略の石。君がこの石を手に入れた時、彼女はそう言ったんだろう。 Damn it, now I said he's fucking low key. I'm gonna be pulling for him, I guess. 砂金石は珍しいものじゃないけど、ある宝石と色がよく似ていることから、その宝石の代替品として使われることが多い。そしてその高価な宝石は Jade? 翡翠と呼ばれてる。 Knew it. あのサンデーでも見抜けなかったんだから、翡翠も砂金石の代わりとして使えるみたいだね。So he never even like put his own stone on like on the line. It's jade and topaz. How the fuck did he get those? アベンジュ、トパーズ、ジェイド、3人の精鋭、3つの奇跡はちっぽけなピノコニーのために自分の全てをかけている。君たちはファミリーより団結してるよ。Interesting. 言っただろ、チップ3枚で十分だって。だからオール・オア・ナッシングなんだ。I think because like in your position, like those chips are worth more than what is on the pile. 前者なのか後者なのかはすぐにわかるさ。それで本物の砂金石は見せてくれよ。どこにあるのか知らないのか？ただ君の口から聞きたいだけさ。今のそれは本当に持ち主にお似合いだからね。なら君の望み通りにしてあげよう。それらは片時も離れてはいない。最初から一番ふさわしい場所にある。そう、この安っぽい宝石の中にね。君は出発前、砂金石を砕いた。Oh ho. その見た目君の支離滅裂な人生にそっくりだな。どんなに輝かしい外見をしていても中身は価値のない石ころ。そんなものでも君の命よりはるかに大事なものだ。こんなことをしたらどうなるかよくわかってるだろう。クリフォトの生態を冒涜した人間をカンパニーが許してくれると思うか？ So is he quitting the company? ダイヤモンドはいつだって結果を重視してきた。僕の生み出す価値がコストを大きく上回っていれば、過程や手段は問題にはならないさ。
何の代償も払わずにファミリーを騙せるわけないだろ。大丈夫。孫悟の奇跡は砕けても効果を発揮するからね。たとえ効果が大幅に弱まったとしても僕にとっては十分だ。本当に不思議なんだけど、どうして君は毎回危ない橋を渡ろうとするんだい？自分のために用意した選択肢はいつも決まって強い自己破壊の衝動を伴ってるじゃないか。I think that he doesn't care whether he lives or dies. He just wants to see the gamble works. まさか本当にリスクが大きいほどリターンも大きいなんて信じてるのかい？君がそこまでカンパニーに忠誠を誓っているとは思えないけど。君には分からないことがたくさんあるってことさ。僕がどうやって全てを手に入れようとしてるのかも分からないだろう。それは君が本当にできることが前提になるけどね。Interesting. A little bit of clarity here. ま、その時になれば分かるさ。奇跡が消えた。また調和の幻覚か。Look now. Oh, the kid's back. こんにちは。また会ったね。綺麗な目のお兄さん。Weren't you hiding? I think you lose the game. うん、また会ったね。お父さんとお母さんは見つかった？うん、お姉ちゃんもいるよ。僕たち4人でかくれんぼしてたんだ。Ah, okay, good for you. 本当に楽しかったな。そうそう、ここに来る途中お父さんがフルフル映画を見に連れて行ってくれたんだよ。それを言うならフィルム映画じゃない？ Whatever. そう、それたくさんの絵が並べられてて動く壁画みたいになるんだ。 It's an animation you're talking about. 僕とお父さん、お母さん、お姉ちゃんを一緒に置くと家族になるんだよ。Fun. よかったらお兄さんもやってみて。ずっと難しい顔してるけど遊園地では楽しまないと。そうだね。That's fair. Hamster Ball Night, Fast and Fury Nuts. What is this? Okay, click the flip button to dodge obstacles and opponents. If you dodge right before you're about to crash into a roadblock, you'll trigger Turbo Dash and experience a short period of invulnerability. Energy can be accumulated by triggering Turbo Dash and picking up supplies. When energy is full, you enter Nutty Blitz and experience a long period of invulnerability. Dang it. The film's length is limited in movie mode. The progress bar below indicates the film progress. Audience score will be accumulated by conducting Turbo Dash, picking up supplies, or slamming into opponents or obstacles while vulnerable. Trigger the events above as many times as you can to achieve the target audience score. There's a space one. Yeah. Oops. My bad. I was a little bit too fast. Alright, I've been vulnerable, I forgot. Damn it, not again.
Audience score 2,400 out of 1,000. Perfect.なかなかの点数だろ Pretty good. Though the kid didn't say to watch. つまんないな Ah, isn't it just? Okay, the Koki Exos filming experience even has now been available activities. Guests are welcome to try them out. Perfect. Where are we going? Make sure you stop putting perfume on you. Whatever. 当たりだ僕が出そう立ちなさい。取るに足らぬ。落ち着いて。取るに足らぬ。月光を剣とす。全員死刑。立ちなさい。やれる。よね。逃げられぬぞ。イカ様はなしだあれは殺せぬぞ。買いだチェックメイト。面白い。落ち着いて。怖いよ。逃げんな。この体に治療はいらぬ。私の勝ち。この私が。ねえを忘れんなよ。Back out? なんで黙ってるんだ君は確かに僕の興味を引いた。僕が完全に君を理解してるわけじゃないことは認めよう。今回はやけに素直だな素直さは数少ない僕の大切な品性だからね。わざわざ強調するまでもない。あの迷路が見えるかい？君があそこから出てくるまでに僕は君のことを完全に理解してみせよう。So you're not him then. 僕たちのスタジオの旅はまだ終わってない。君の走馬灯もまだ続いてる。そしてこの道のりが長く続こうとも僕は全く気にしない。Damn it, I was the wrong part. Nope. Ah, okay. わあ、ここ高いね。砂漠で一番高い岩より高い。Glad you like it.
Where'd you go? I miss you so. There is no water. Damn it. それにお花もたくさんある。お姉ちゃん、この紫のお花あげるよ。Murasaki. Camellia? Rock and no water, only the sunny road. On left, no, on right. 行き止まりか。道を間違えたのかな。Hmm.